こんにちは。育休後コンサルタントの山口理恵です。今日は育休からの復帰にあたり、人気の家電製品は何ですかというご質問にお答えしたいと思います。育休中の方とか職場復帰した方にセミナーをするときに、どんな家電製品を導入していますかということを質問することがあります。で、そこで得られた傾向がある程度一定の順位になっているということに気がついたので、今日はそれについてご紹介したいと思います。もういきなりね、第1位からいきたいと思います。第1位は食洗機です。食洗機は大体ですね、価格帯としてはいろいろね、大きさや機能によって、そしてビルトインか据え置きによっても価格が違うんですけれども、中央値として5万円前後というふうに大体ね、値段を把握しておいていただくといいかなと思います。ある企業では複数回答でね聞いたんですけれども、 75% の家庭が食洗機を入れていました。食洗機まだ入れてないご家庭はですね、ぜひ検討したらいいと思います。食洗機の場合、水の水栓っていうかな、水の水道管を直接引いてきたりする形とか、それから場所を取るので、その場所の確保とか、そういったところが問題になりますので、ぜひね、置く場所の大きさを、スペースを測って、そして選ぶ。で、実際にはですね、見に行くのがいいのかなと思います。ある程度絞ったらね、家電量販店が近くにあれば一回見て感覚をつかむといいかなと思います。で、食洗機ね、使ってない方はご飯粒が取れるのかとか、あとグラスがピカピカになるのかということが心配になる方もいらっしゃると思うんですけど、ご飯粒は取れるし、グラスはピカピカになりますので、ぜひね、検討してみていただければと思います。第2位はドラム式洗濯乾燥機です。これはだいたいですね、価格としてはちょっと高いです。20万円前後。これも大きさによって、大きさとか機能によって価格の幅がありますけれども、ざっくり20万円前後というふうに覚えておいてください。で、ドラム式洗濯乾燥機のいいところは、なんといっても洗濯を干さなくていいということですよね。洗濯を干す、取り込むという作業がなくなります。で、畳むという作業はですね、自動的には行われないんですけれども、これもいろんな人が言ってますけど、畳まなくてもいいのではないかというやり方もありますので、カゴをね、その人ごとに、この上の子、下の子、お父さんお母さんというふうにカゴを分けることで、そこから持っていって着るみたいな、そういうやり方もあります。もちろん全てのね、衣服に対して、物に対してそれをすべきと言っているわけではないんですけれども、洗ってすぐ使うものについてはカゴから取り出すっていうのもね、別に悪くはないと思います。ですから、そういったやり方も含めて洗濯全体を楽にする、それがドラム式洗濯乾燥機のいいところです。これも置く場所に制約がありますね。排水口がなければいけないし、あとある程度大きいので場所がないといけないので、その辺も含めて導入を検討されたらいいかなと思います。第3位はロボット掃除機です。ロボット掃除機は一時期ですね、最初出始めの頃はルンバがほぼルンバ一色だったかなと思うんですけど、最近はいろいろな企業が参入してきていて、機能もいろいろですし、あと水拭き用のロボット掃除機も出てきたりして、いろいろ選べるかなと思います。価格帯はだいたい5万円を基準にして前後いろいろあります。ぜひね、見ていただければと思います。ロボット掃除機を入れたけど使わないとか、入れる前にあまり使えないんじゃないかという大きな一つの理由は、床に物が置いてあるということですね。床に物が置いてあると使えないという方が多いです。で、確かにそうなんですけれども、ロボット掃除機を入れる時に一回床の上に物を置かないというルールにして、それ以降ロボット掃除機を走らせることで、毎日とかね、定期的に動かすために常に床の上に物がない状態にするという、そういうやり方でもう徹底してしまうというのも一つかもしれません。で、私の経験ですけれども、一番床の上、もしくは家全体が綺麗だったのが育休中で、それ以降は物が増えますし、片付ける時間もないので、積み重なっていく一方になりがちです。ですから、育休中の比較的まだ片付けてある時に導入して、それからその癖をつけて床に物を置かない。子供のおもちゃとかがね、
散らばったままだと使えないということもあるんですけど、とにかくカゴなり箱とかに片付けてどっかに乗っけておくみたいな、そういうやり方で床を開けるという、そういう習慣をみんなで気をつけてやっていくと、ロボット掃除機を使うことによって少なくとも床の上に物が溜まっていかない、そういった形ができるかなと思います。ぜひねこれも検討してみてください。そして第4位がですね、今日のランキングはね第4位までです。第4位はね、これ2つ、一緒にしてるんですけど、調理器具です。電気調理鍋または自動調理機能付きのオーブンレンジ、これをちょっとひとまとめにして第4位にしてます。これは私ね、少し前までは家電3種の神器ということで3つご紹介してたんですよ。だけど最近これがね出てきて、特に有名なのがシャープのホットクック、電気調理鍋についてはホットクックで、オーブンレンジについてはこれもシャープなんですけどヘルシオという機種があって、これがですね結構人気があると聞きました。電気調理鍋はだいたい5万円前後、自動調理機能付きのオーブンレンジは10万円を超えるぐらいの感じです。どこがいいのかというと、電気調理鍋は私はこれはね上位3位までは自分も導入してるんですけど、電気調理鍋はね自分は使ってないんですけど、使ってる人の話を聞くと、材料を切ったりなんかして鍋に入れたら、スイッチを入れたらあとはもう出来上がるまで鍋を開けなくていいんですね。混ぜたり火の加減を調整したりしなくてよくて、それは全部鍋の方でやってくれるというところ、そこが電気調理鍋のいいところです。例えば朝材料を入れておくと夜にカレーができてたり、そういう感じです。それからオーブンレンジの方もいろいろな焼き方ができたりとか、自動でお任せ調理機能みたいのがあるので、1回ボタンを押すと最後までできてくる。そしてなんか2段になってて2つ同時にできるとか、いろいろな便利な機能があるということです。で、電気調理鍋の方だったと思うんですけど、面白くてすごいヘビーユーザーの人がいてね、その人がある時ね、その鍋からファンファーレが流れてきたんですって。でそれはあなたはこの鍋を500回使いましたっていうお祝いのファンファーレだったそうなんですよ。でそんな風にですね、使う人を励ましてくれる機能もついてるらしくて、これちょっと面白いですよね。電気調理鍋も自動調理機能付きオーブンレンジも割と大きいので、これも大きさを確認して置く場所があるかどうかとか、そういうところもね確認した上で、興味があればぜひね買ってみていただければと思います。今日は育休からの復帰にあたり人気の家電製品ということでご紹介しました。ぜひ置く場所とか値段とか、それからご夫婦で相談してどれがいいだろうねということを考えながら導入を検討していただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。